皆さんこんにちは。ヨッシーチャンネル玉ねぎちゃんです。本日のテーマは公開プロジェクトを使ってもらいやすい形にアップデートしましたので使い方を説明します。ゲームアニメーションサンプルにアドバンストロコモーションシステムのオーバーレイを組み合わせたガスプ ALS に対してさらに銃を撃てるようにしたり歩幅やカバーなどの状態を追加したり、元のガスプ ALS だと持ち手がずれる問題やモンタージュ再生できない問題などを解決してきました。今回はまとめとしてプロジェクトの入手方法やゲームとしての操作方法から説明します。そのあたりがわかる方は適当に飛ばしてください。キャラクターの追加方法、リターゲットの設定と持ち手の位置調整を説明します。入手方法。ブログのカテゴリーページを整理しましたのでご活用ください。ここから GitHub ページに飛びます。アップデート情報はこちらのリードミーにも記載してあります。使う上での注意点としては、アンリアルエンジンでしか使えません。これを元にしたゲームを販売したりはできますが、ユニティのゲームにアニメーションを取り込むとか、ブレンダーで動画出力するのは NG です。詳しくはリンク先を参照ください。Git が準備できていればこのボタンから URL をコピーしてください。最新版だけで良ければこれでも OK です。必要に応じてプロジェクト管理用のフォルダを作って Git クローンします。トータス Git などのアプリならクリップボードの URL が自動で設定されるかなと思います。これでガスプ ALS 自体と私の改造の歴史を含めたプロジェクト一式がダウンロードされます。2分強くらいでダウンロードできました。2回目以降のフェッチやプルという差分をもらってくる操作はもっと早いです。履歴も込みで現在 3GB 弱くらいですね。エコーやツインブラストなどハイポリのキャラが最初から削除されています。起動すると自分用のキャッシュやセーブデータなどでもっと容量は必要になりますが、あのキャラ使いたかったのにという人は今日のキャラ追加手順で取り込み直せます。操作方法。まずはこのままでゲームを実行してみましょう。F11 でゲーム画面をウィンドウいっぱいに広げられます。OBS の録画にキーボードを付け忘れたのでエスケープで止めてもう一回やります。広げた状態だと実行ボタンを押せませんが、Alt タス P でも実行できます。マウスでカメラ操作とエイム、射撃ができて、Alt で右肩、左肩越しにカメラマンが移動します。C キーでしゃがみ、長押しで歩幅です。撃たれるとラグドール状態という力が抜けた状態になり、数秒で復活します。が、撃たれ続けて無敵時間はないので簡単には助かりません。その辺はエニーダメージイベントをオーバーライドして実装してください。スペースバーでジャンプかトラバーサルアクションができます。ガスプ本家は専用ブロックのみですが、ガスプ ALS でトレースチャンネルトラバーサブルをブロックしていれば何でも OK という改造が加えられています。N キーでキャラクターを切り替える処理がプレイヤーコントローラに仕組まれています。エディタのウィジェットからでもできます。この辺でくるくるしているのは拾えるアイテムです。近づいて E キーで拾うと ALS のオーバーレイステートを切り替えます。ライフルの持ち手の位置調整をしてないので変なところに手がありますが、後ほどこの調整方法も説明します。Q キー長押しで ALS のオーバーレイ切り替え用メニューが表示されます。マウススクロールで切り替えられます。本格的にゲームにするなら装備品などのインベントリに置き換えが必要ですね。ラグドールからの復帰よりキャラチェンジの方が早いので繰り返していると逃げれたりします。ラグドールからでも敵が少なければなんとかなりますね。壁に近づいて F キーでカバー状態になります。ちょっとうずもれちゃっていますが、そういう時にカメラがクリッピングしない改良も最近行いました。
弓矢はまだ撃てません。正月休みに弓を撃てるようにしたかったのですが、モンタージュ再生できなくて長らく寝かせていました。ガスプ ALS の作りが悪い原因に最近気づいて修正できたので、近々弓矢も撃てるようになります。1キーで FPS1 認証視点になります。これはガスプ本体の制限事項でカメラクリッピングしやすいです。メッシュの目の位置にカメラを取り付けていて、トラバーサルアクション中は回転も反映するようにしています。走っている間は回転はしないのでそこそこかなと思いますが、これでも酔う人は酔うのでご参考ということで。アトラグドール時も回転反映してます。あとはモンタージュ再生の件を直したきっかけのリロードモーションを R キーに設定してあります。モーションだけでまだ弾数を管理していません。3025潜入向けに自分用は作ったのですが、公開するのに一般的にどうするのがいいか勉強中です。キー操作や拡張入力との関係性はブログのこの説明書もありますのでご参照ください。トラバーサルアクションできるブロック設定はこれですね。では出来たてのキャラ追加マニュアルに沿って使い方実践編です。キャラ追加ミキサモリブ編。キャラクターのフォルダ等に新キャラ用のフォルダを用意して取り込みましょう。UE4 や UE5 リブのキャラ追加は期間限定無料アセット紹介などで何度もやっているので、今回はミキサモでリブをつけたブレンダー製の玉ねぎちゃんです。取り込みのオプションが大量にあるので、ここをうまく設定すると問題が起きない可能性もありますが、UE5.4 まではデフォルト設定で取り込んで全く問題なかったはずのモデルなので、そのまま取り込んでみます。するとマテリアルが取り込まれずボコボコ単色の玉ねぎちゃんになりました。もしかすると PC 壊れてパスが変わった関係かもしれません。エクスポート時に設定しろよとのことですが、ミキサモでリブをつけているので一旦これは無視します。このボコボコマテリアルはいらないので消します。初代玉ねぎちゃんは縫線もなくベタ書きの1枚絵のテクスチャーだけなので UE に取り込み、マテリアル画面にドラッグしてベースカラーにつなげば完成です。丁寧に作られたモデルならノーマルなど他にも何枚かテクスチャーがあったりするかなと思います。そのあたりはケースバイケースなので割愛します。プレビューに色が出ましたね。スケルタルメッシュなので SKM にしておきます。次にモノマネの準備です。UEFN マネキンのアニメーションを適当に選びます。右クリックからアニメーションをリターゲットします。画面が開いてソースはセットされた状態です。ターゲットに玉ねぎちゃんをセットします。すると画面に2人並びましたね。自作のリブなど骨構造が特殊だと自動ではリターゲットできない場合がありますが、有名どころは UE5.4 でサポートされているので自動です。リターゲティングアセットをエクスポートします。モノマネするターゲット側のフォルダに出力します。する側、される側の IK リブとその紐付け情報である IK リターゲッタができました。後でこの名前を使うので UEFN から玉への IK リターゲッタだよとわかる名前にしておきます。
自動化されたので仕組みや調整方法をご存じない人も増えてきたかと思いますが、ここが左腕をどのようにモノマネするかの調整で、これは右足です。この辺りをクリックするとどれも選択されてない状態になって全体設定が変えられます。ここはプレビューだけなのでちょっとずらして見やすくして、アセットブラウザに切り替えると今の調整具合だとアニメーションがどうなるかを見れます。ここで右足がいけてないなぁなどというのをパラメータ調整して見れるという感じです。ここがちょっとボタンの意味が分かりにくいですが、今どっちのモードになっているかがボタンに書かれていて、今編集モードです。例えば首を曲げてみると、こうなります。モノマネの設定なのでアニメーションシーケンスによらず常にこの関係性になります。負傷した時用のリターゲッタを別に用意しておくというのも面白いかもしれませんね。今回は戻しておきます。撫で型になっちゃうとか手前に傾いちゃうとかっていうのはこの辺りのパラメータで調整できる場合もあります。ただし特定のアニメーションだけで起きる問題にはあまり向きません。ではいよいよキャラクターブループリントを作りましょう。プレイヤーベースを元に子クラスを作ります。名前は CBP 玉にしておきます。メッシュは UEFN マネキンで非表示になっています。こっちのスケルタルメッシュがゲームに登場するキャラです。置き換えるとかかし状態になりました。マイブループリントの歯車アイコンから継承した変数を表示させます。すると変数欄にずらっとたくさん現れます。IK リターゲッタ変数に先ほど作ったアセットを登録します。玉ねぎちゃんはそれっぽくアイドルになりました。このくらい差があると忘れませんが、UE4 と UE5 とかだと一応それっぽく動いちゃうので、後でなんか変だなってなるので気をつけましょう。ではレベルの設定からゲームモードのポーンを今作った玉ねぎちゃんに置き換えます。ゲームの世界に登場しましたね。銃が明らかに変な位置にありますが、一旦意思としましょう。では持ち手の設定をしていきます。ここからスケルタルメッシュに飛び、
手に物を持つためのソケットを追加します。UE のリグだとハンドは R ですが、ミキサモリグだとライトハンドです。右クリックからソケットを追加してハンドは R ソケットとします。同様に左手はハンド L ソケットです。持ち手は OK で FPS カメラ用の目のソケットを頭につけます。名前は I とします。両目の中央付近に配置してください。角度はともかく手に持っている感は出ましたね。1キーでの FPS カメラも良さそうですね。顔の形状や髪の毛が邪魔だったりする場合は位置調整などしてください。最後は持ち手の位置調整です。従来は持って構えさせるのが面倒だったので、ちょっとしたデバッグ機能をつけてみました。アジャストモードのフラグをオンにしてオーバーレイオフセット変数を選択し、詳細タブのデフォルト値を開きます。調整したいアイテムの下のアジャストコスをチェックすると、玉ねぎちゃんがそれを持ってエイム姿勢になります。これほどまでに角度が違う場合はソケット自体の角度調整を先にした方が楽ですが、今日はこのまま設定してみます。メインというのが直接アイテムを持っているソケットからの補正値です。位置と回転が有効です。数値を変えると構え直します。これは親のサンドボックスキャラクターのコンストラクションスクリプトが走っています。マニーやクイーンはこれで比較的簡単に設定できましたが、元の角度が違うのでどの軸がどの向きか分かりにくいですね。そんな時はスケルタルメッシュの子にチャイルドアクターを新たに追加して同じソケットに取り付けてこれをギズモを使って直感的に配置してから調整済みのトランスフォームをコピーしてこっちの変数に貼り付けると楽です。ショートカットキーもあります。今は向きだけ揃っていますね。位置も同じようにコピペしましょう。2丁がぴったり重なりました。こっちはこれでお役御免です。ハンド IK は TO ボーン IK を使っている都合、位置情報だけです。どっちみち手が短すぎる玉ねぎちゃんには持てませんね。この辺で諦めます。
もうちょっと簡単にできないかアイデア募集中です。調整が済んだらここのチェックを外します。他のアイテムも調整する場合は同じ手順です。終わったらアジャストモードを切るのも忘れずに。よく見るとデバッグ用につけたピストルを消し忘れていました。VRM 編 VRM4U を入れてプロジェクトを再起動します。あとはリグが違うくらいでほとんど一緒です。一応プラグインで有効になっていることを確認しておきましょう。再起動しないと見えません。あとはドラッグ&ドロップしてインポート画面が出ます。ファイルが不明みたいなエラーになったらプラグインが無効です。取り込めましたし、すでに EFN マネキンからの IK リターゲッタまで自動生成してくれています。至れり尽くせりですね。ちなみに女性体型で頭でカメな玉ねぎちゃんはリターゲッタの調整しないと前かがみになっちゃいますが、ここでは割愛します。さっきと同じくこで良いですが、複製でも構いません。その場合はイベントグラフに入力とカメラ制御関連の処理がずらっと並んでいます。さっき作ったコブループリントの場合は親が持っているのですっきりしていますね。一長一短あるのでお好きな方で。私の今後の変更を手軽に取り込みたい場合は小クラスの方がいいかなと思います。手順は同じなのでサクサク早送ります。VRM の場合はこれですね。目のソケットはヘッドでもいいですが、せっかく目の骨があるのでそこにつけてみようかと思います。左目につけましたが、中央にずらしておきます。
持ち手の位置調整も全く同じです。両手持ちだけ調整して片手持ちを忘れてました。コピペで OK です。左手が見る角度が足りなくてちゃんと添えられていませんが、まあやり方は説明できたので。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次の動画でお待ちしております。最近やった改造の裏側の仕組み説明はまた改めてやります。